皆さんこんにちは。サワディーカー。タイで育ったあゆっぴーです。今回はですね、最近めちゃくちゃ聞かれるSIM カードや eSIM をご紹介します。まず海外では基本的に日本の回線が使えないので、海外でインターネットを使いたい時には Wi-Fi レンタルやSIM カード、あとは最近流行りの eSIM が必要です。 Wi-Fi は端末につなげるだけで便利なのですが、一方でね、端末の電源をつけたりとか消したりとかしないといけなくて、またあとね、電池があんまり持たないので、ちょっと私個人的にはあんまりおすすめではありません。で、SIM カードっていうのはこういうね、 iPhoneここら辺に入ってる、小さなチップのことで、これがあることによって電話番号と結びついて通話やデータ通信ができるものになっています。で、SIM カードはここに入っている今使っているものと、差し替えをするだけですぐに使えるようになるので、個人的にはすごいおすすめです。ただし、その差し替えた分の今使っているものっていうのは絶対になくさないようにしましょう。超小さいのでね、結構なくしやすいんですが、これは絶対になくさないでください。なくしちゃうと今使っている番号がなくなっちゃうことになるので、結構相当不便ですよね。で、続いて最近流行りの eSIM というものなんですが、これは SIM カードとは違ってカードがないんですよ。なので先ほど紹介したように SIM の入れ替えっていうのをしなくていいのが特徴です。ただし、事前に設定とかはしないといけないので、そこだけご注意ください。今回は前半に SIM カードで、後半に eSIM、使える端末や、実際の使い方、あとは本当にね、注意してほしいことなどなどをご紹介していきます。で、私が使っているものとか、おすすめのものは、概要欄に載せているのでチェックしてみてください。まずは SIM カードについて。SIM カードなんですけど、いろんなね、回線がある中で私は AIS っていうのを使っています。 AIS のいいところが、このMyAIS っていうアプリを使って、自分のデータ管理とか、あと番号の確認とか、そういったものができるようになっているんですよ。私自身がめちゃくちゃネットを使っちゃう癖があって、すぐ低速になったりして、低速になる時ってすごい萎えるじゃないですか。で、それを事前にデータ管理のところでこれぐらい使ったから、ちょっと今日はセーブしようとか、そういった調整ができるので、個人的にもすごいおすすめです。で、この AIS の SIM カードでも、ほんとたくさんの商品があるんですよ。どれにしたらいいんだろうとか、すごい悩むと思うんですけど、一番はね、自分の、使いたい量とか日数とか、それに合ったものを選ぶのが一番いいとは思うんですけど、私がすごいおすすめしている商品がありまして、それがね、こちらなんです。ででん。これも概要欄に載せているので見てみてください。でね、これのすごいところが、まずデータが無制限使い放題なんですよ。一応上限は15ギガまでにはなっているんですけど、そんな結構滞在日で15ギガ使えますかね。ネットフリーでも何時間も見るんだったら使うかもしれないですけど、まず15ギガ使えるっていう点、あとは100バーツ分の無料通話がついているんですよ。で、タイ旅行で現地の通話するかって思う方もいるかもしれないんですけど、意外と私が結構通話しまくってる人で、この前あった話なんですけど、タイ旅行中にホテルのカードキーを忘れちゃって、やばい、入れないってなって、でもフロントには誰もいなくて、やっぱってなって、紙が貼ってあって、そこにはここに電話してねっていうのがあって、で、やっぱ国際通話使うとめちゃくちゃ高いじゃないですか。ただね、こういう無料通話がついてると、これから電話してちょっとヘルプミーって言えば大丈夫、助けてもらったので、無料通話はなんやかんやですごい便利です。あと、観光ツアーとか運転手さん手配されてる方とか、そういった方も電話があると結構便利なんじゃないかなと思います。で、そうだ、めっちゃ注意したいことがあります。 SIM カードの注意したい点が有効期限なんですね。これ有効期限があるんですよ。知らんがなって感じじゃないですか。で、有効期限っていうのは購入サイトにも書いてあるので、自分がね、訪れる日数以内で使えるものかとか、そこはちゃんと絶対にチェックしてください。SIM カードが使える端末ですね。端末使えないものもあるので、マジで確認してください。
スマホは SIM フリー、SIM ロック解除のものじゃないと使えないです。で、確認の仕方なんですけど、 iPhone の場合 iOS14 以降のものはまず設定をして一般、次は情報で、下の方に行くと SIM ロックっていう欄があるので、ここに SIM ロックなしって書かれていれば使えます。で、Android なんですけど、これはちょっとデバイス、機種によって違うそうなので、ご自身の機種が大丈夫かなっていうのはパソコンとかで調べてください。ほとんどのものは、ホーム画面でアプリ一覧、設定、デバイス情報で SIM カードステータスで確認できるそうです。じゃあ実際に SIM カードの使い方、差し替え方っていうのをご紹介します。まずは電源を落とします。で、中に入っている SIM カードを出します。ちょっとごめんなさい、これ使ったものなのであれなんですけど、こんな感じでね出てくるんですよ。ここにあって、これをパチってとめっちゃ小さいでしょ。やばくない？超小さいんですよ。で、さらにそこから取れるって感じですね。開けていきます。で、そうだ、めっちゃそう思ったことがある。私のタイ旅行の Vlog でも紹介したんですけど、これからやっとるんですよ。この穴あるじゃないですか。これをカチッてやる、取るやつ、入ってなくてっていうのがあったので、もしねこういうのが届いたらちょっと必ず中身まず確認するようにしてください。で、大体は入ってると思うんですよ。こういうね、このSIM 取り出し棒みたいな。で、私入ってなくてどうしたんだっけな。 iPods についてた針金みたいなやつを頑張って取って、そこからカチッてやってやりました。で、そうだ、その飛行機めっちゃ揺れてる時にやったんで飛んでっちゃったんですよ、SIM が。超焦った。結局ねすぐ近くに落ちてたからよかったんですけど、見つかってなかったらマジでやばかった。ってこともあるので、皆さんちゃんとね注意してください。では取っていきます。キュッて押すんですよ。そしたらパカって開きました。取ります。取るとこういう感じになるの。マジで気をつけてくださいね。だからで、こんな感じで入ってますね。こんな感じでめっちゃ見づら。この通りに入れないといけないんですよ、SIM さんを。SIM ってよーく見ると端がカクってなってるじゃないですか。ここが微妙にカクってなってるじゃないですか。この通りに入れるんです。ジャストフィット。こんな感じで入ります。この状態をこうやって表にして、このまま iPhone の中にカチッと入れます。こんな感じで入れてカチッとはめます。これで OK です。ここまでがね大変で、使った SIM カードは絶対になくさないでください。で、これおすすめの管理方法なんですけど、こういうケースとかついてるものが多いので入れて入れるっていうのがおすすめです。でも早速使ってみると使えるようになっているはずです。そうだ、でこれはタイじゃない話なんですけど、アメリカに行った時に事前設定みたいのが必要だったんですよ。ついてすぐ使えなくてやっぱみたいなことがあったので、本当にね皆さん購入される方は事前にね中身内容確認してください。で、変え方も同じです。これでカチッとやって取ってもうマジでやだ、ほんと怖い。だから飛行機でやるときはやっぱ机の上でねやるのが一番ですね。で、さっき話した MyAIS っていうのは電話番号を入れれば見られるようになるので、フォンナンバー、この裏のね、ごめんなさいぐちゃぐちゃなんですけどレシートにフォンナンバーが書いてあるので、これをアプリで入力すればすぐ見られるようになります。で、続いては eSIM についてです。で、eSIM っていうのはマジで便利なんですよ。私革命起こったなって思って、ただちょっと設定を間違えたりすると使えなくなっちゃったりするので、そこだけはね本当にご注意ください。私はまだタイ旅行で eSIM というものを使ったことがないんですけど、この前ね韓国に行った時は eSIM を使ったので、その時の話を交えてご紹介します。で、今回購入したのは KKday さんの eSIM を購入しました。で、これの良かった点が、滞在日や1日に使いたいデータ容量、たくさん容量あるんですけど、そこから選んで購入できたことっていうのがすごい良かったなと思いました。で、しかも、購入したらすぐに QR コードが送られてくるので、すぐにそのまま設定できるので非常に使い勝手が良かったです。
で使える端末なんですけど、iPhone は iPhone XS、10S Max、10R 以降になっています。で自分のスマホが使えるかどうかっていう確認なんですけど、まず設定を開いてモバイル通信ですね。でモバイル通信のところに SIM っていうのがあって、この eSIM を追加っていうのがあるんですよ。 eSIM を追加が出てれば使えます。で Android では、Google Pixel 6 Pro、 Galaxy S21 Ultra 5G、 Oppo Find X3 Pro などたくさんあるっぽいんですが、必ずねご自身の端末が eSIM 対応かっていうのは調べてください。じゃあ実際にその使い方をご紹介していきます。まずは、自分のね使いたい日とあとデータ容量とかを選んで、商品にもよるんですけどたまにスマートフォンのモデル番号を記入してくださいっていうのもあるので、そこは、iPhone の場合設定一般で情報を押すとモデル番号っていうのが記載されているので、これをコピーして貼り付けて購入っていうのになりますね。で Android の場合は、設定端末情報でできるそうです。じゃあやっていきますよ。 eSIM 追加を押します。そうするとモバイル通信を設定っていうのが出てくるので QR コードを使用。でこれでスキャンをこれでスキャンをします。でそうだ、スキャンするときにカメラスキャンなので QR コードが写っているものっていうのが必要なんですよ。普通だと、スクショしてそれをアップしたらできるとかあるじゃないですか。それが今のところできないんですよね。なので QR コードが写せるものっていうのが必要です。だから現地に着いてからやろうって思ってもね、ちょっともう一個なんか写せるものがないと読み込めないので、だからこれは事前に絶対やった方がいいなってすごい思いました。私もねすごいギリギリの癖があるからさ、すごいその時は自分よかった、天才って思いましたよ。でも手動で入力っていうのも一応あるんですよ。ただこれ SMDP アドレスとかアクティベーションコードとか確認コードとかなんかそういうのが必要で、ちょっとハードルが高そうなので、事前にやるのが一番です。はい、じゃあ QR コードを読み込んでみます。 eSIM アクティベートをする準備ができましたっていうのができたので、続ける。そしたらアクティベート中になりますね。時間がかかりそうです。でこの登録する際には、Wi-Fi がやっぱ必要なので、現地で登録しようって思ってる方は、空港の Wi-Fi とかを使ってやるのがいいかなと思います。できましたね。これ次続けるを押します。そうするとモバイルプランの名称を付けられるんですよ。今自分が使っている番号が主回線となっていて、でもう一個今追加した eSIM っていうのは、副回線とか旅行用とかいろいろあるので、あとカスタムでも名前付けられるんですよ。今回旅行にします。で旅行にして完了。これで続けると押します。そうするとデフォルト回線が出てくるので、今はね日本にいるので、主回線のままで続けるにします。で、いろいろ iMessage とか FaceTime とかも出てくるので、そこはまず主回線。まだ日本にいる間は、主回線のままやります。でモバイルデータ通信の切り替えは許可ってあるんですけど、これオンにしちゃうと、電波状況と回線利用の状況に応じて両方の回線をデータ受信できるようになりますってあるので、これをもしタイで主回線でやっちゃったらなんか莫大な金額が請求されそうな気がするので、一旦これはねなしでこんな感じで入りました。現地に着いて使おうと思った時には主回線をオフにします。でオフにした後に旅行用っていうのをオンにします。でオンにした後にいろいろ出てくるんですけど、このデータローミングっていうのをここをねオンにしないと使えないんですよ。だからここはオンにするようにしてください。もし現地に着いてオンにして使えないじゃんみたいな、もう一回 QR コード読み込もうと思ってこの eSIM をね削除っていうのをしちゃうと二度と使えなくなるんですよ。なので使えなくともちょっと絶対に削除っていうのはしないでください。ちょっと必ず何かしら問題があると思うので、前も私が使えなかった時はそのデータローミングがオフになってたからだったので、こうねオンにしたら大丈夫かなとは思います。
で大体購入すると、説明書っていうのもあるので、それをね見てそれ通りにやればできるはずなのでやってみてください。でどうしても繋がんないって時は、絶対に消さずに購入した会社さんに連絡を取ってみると問題は解決されるんじゃないかなと思います。はい、ってな感じで今回は SIM カードと eSIM の説明をしました。やっぱりねインターネットはもう唯一無二の存在じゃないですか。 SIM カードって言われても何のこっちゃと思うので、今回この動画を参考にしてもらえたらすごい嬉しいなと思います。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。